信州の松本から北アルプス地域を通り、新潟県の最西端、上越地方の糸魚川に抜ける鉄道、大糸線。以前の動画では冬の絶景を特集しました。沿線の風景も雪が溶け、短い春が過ぎ、そして初夏へと季節は移行します。冬の時期、田んぼが多い安曇野地域は少し寂しく感じますが、暖かな春になると美しい光景が広がります。また、信濃大町から行ける立山黒部アルペンルートでは、まだ残る雪の絶壁が広がります。そして豪雪地域の白馬から先でも、さまざまな文化サイトやジオサイトが開館となり、夏の顔へと変わります。今回巡る主な場所です。安曇野を抜けて大町へ、そこから立山黒部アルペンルートを見に行きましょう。白馬から先、かつて日本海から塩を運んだ塩の道に関しても興味深い場所がいくつもあります。姫川渓谷で大自然を身近に感じ、糸魚川では日本海に出てみましょう。四季折々に美しいローカル鉄道大糸線。初夏を迎えた沿線の様子を鉄道風景とともにお楽しみください。西は北アルプス、東は千曲山地に挟まれ、標高500メートル以上の盆地に広がる町、松本市。市内を歩くと、清らかな水の流れを至る所で楽しむことができます。大糸線はこの町から新潟県の糸魚川を目指して出発します。松本市の中心駅である松本駅。周辺には松本城をはじめとする多くの観光地があり、その拠点の駅となっていて、長野県では乗降客数が長野駅の1位に次ぐ2位となっています。全長 105.4 キロを走る大糸線。この松本から安曇野、大町、白馬と 70.1 キロを走り、まずは南小谷を目指します。そこから 35.3 キロの非電化区間へ入り、姫川渓谷から日本海の糸魚川まで抜けていきます。松本駅を出て少しすると、大糸線はあずさ川を渡ります。人市場駅から3キロメートルほど行った場所にある三郷地区。この地域一帯には広大なリンゴ畑が広がります。標高が高いこの地区では、昼夜の寒暖差が大きく、甘みと酸味のバランスが取れたリンゴが育ちます。北アルプスのふもとに広がるリンゴ畑は、とても安曇野らしい風景です。
松本から約 11km、 特急列車も停車する安曇野市の中心駅である JR 豊品駅です。豊品駅から徒歩10分ほどの場所にある安曇野市豊品近代美術館。ロマネスク様式の建物を背景に約500種1000本のバラの庭園を楽しむことができます。美術館では日本を代表する近代彫刻家の一人高田博厚の彫刻作品や森鴎外ゆかりの画家宮義平の絵画作品のほか、安曇野や信州を代表する作家の作品を常設展示しています。市街地から山の方に向かうと、国営アルプス安曇野公園堀金穂高エリアがあります。豊品駅からはタクシーで15分、8月のシーズンには周遊バスも運行されています。年間を通して見どころがあることがこの公園の特徴です。園内を澄み切った水が流れています。烏川幹線水路です。この水は北アルプスの常念岳を源とする水で、安曇野の約400ヘクタールの水田を潤しています。北アルプスの裾野に広がる公園だけあって、野生の猿が至る所で行動しています。展望テラス西側では安曇野のシンボル常念岳の姿を堪能できます。東側からは安曇野の風景を一望できます。安曇野公園の少し上に位置する烏川渓谷緑地に行ってみましょう。北アルプス常念岳蝶ヶ岳を源とする烏川、その渓谷沿いに生育する動植物などの多様な自然環境の保全と活用を目的として作られた都市公園です。吊り橋の上から蝶ヶ岳が見えます。蝶の雪型ができ始めています。6月上旬には蝶の背が割れ、羽ばたく姿が鮮明になります。
初夏の大糸線では沿線から見える北アルプスの雪形も楽しみの一つかもしれません。JR 穂高駅、特急列車の停車駅であり、安曇野市内で最も乗車人員が多い駅です。土曜、日曜、祝日は安曇野周遊バスが運行し、シーズンには広範囲に及ぶ各観光施設行きのバスも運行されます。この穂高駅周辺は見どころも多く、安曇野観光の拠点駅と言えるでしょう。駅からほど近い場所にある旧穂高町の中心地。ここは後ほど触れる潮の道筑二街道の松本から3つ目の宿場町で、穂高の地名の由来でもある穂高宿のあった場所です。現在でも街道沿いに古い町屋建築や土蔵などが点在し、当時の面影を残しています。駅から徒歩7分の場所にある六山美術館。穂高の出身でもあり、日本近代美術の扉を開いた荻原六山の作品と資料が公開されています。この坑夫はロダンの考える人を見て感動した六山が明治40年頃イタリア人をモデルに作った作品です。力強く生命感にあふれる作品の数々が展示されています。このように作品に近づくことができる美術館はとても貴重ではないでしょうか。六山の生涯を知り、その葛藤を感じながら作品を眺めることができる安曇野を代表する名所です。穂高から土日は周遊バスも巡回し、タクシーでも約10分。北アルプスの湧水で栽培される広大なわさび田、大王わさび農場。ここは安曇野の観光名所としてとても有名です。わさびの生産量は都道府県別で長野県が群を抜いて1位です。そして長野県全体では 90% 以上がここ安曇野産となっています。わさびは水温と水質、この2つがとても重要な植物です。北アルプスの雪解け水が長い年月をかけて澄んだ湧水となり、水温は年間を通して13度から 14.5 度を保ちます。まさにこの安曇野の地は
わさびを育てる上で理想的な環境が整っていると言えるでしょう。脇を流れる蓼川は名水百選に選ばれています。清流を水車が回る風景はどこか懐かしく気持ちを和ませてくれます。奥に流れる一般河川万水川と湧水 100% の蓼川、水質が全く違う川が細長い島を挟んで流れる珍しい光景です。安曇野で最も低いこの地に流れ着いた2本の川は、水温などの違いから合流してもしばらくは混ざることなく流れ続けます。この映像は雨による増水で濁っていますが、普段は2本ともにとても澄んでいます。この先で穂高川、高瀬川とともに信濃川水系の犀川に合流します。JR 信濃松川駅。ここからタクシーで5分、徒歩で30分ほど行った場所に松川村安曇野千尋公園があります。北アルプスの山並みを背にした緑豊かな公園です。総面積53,500平米の園内には、絵本画家岩崎千尋の安曇野千尋美術館があります。絵本美術館としては世界最大規模と言われています。公園の一角には岩崎千尋の絵で愛されている黒柳徹子さんの自伝的物語、窓際のトットちゃんの世界を再現したトットちゃん広場が作られ、電車の教室が再現されています。岩崎千尋の作品はもちろん、世界の絵本画家の作品にも出会える場所です。残雪の後ろ立山連峰。左は3つのピークからなる爺ヶ岳。中央には連峰の名手と言われ、掃除法が美しい鹿島槍ヶ岳。右手は大しい山陽が特徴的な五竜岳です。高瀬川を渡りしばらくすると、列車は信濃大町駅へ到着します。大糸線の要衝の駅となる信濃大町駅。山小屋を連想させるデザインは北アルプスの玄関口にふさわしく、とても魅力的な駅舎です。長野県にある扇沢から標高3000メートル級の山々が連なる北アルプスを貫き、富山県にある立山まで続く
立山黒部アルペンルート。出発点となる扇沢駅へは、ここから路線バスやタクシー、またはマイカーで行くことができます。冬場は閉ざされていくことができなかった立山黒部アルペンルートを見に行きましょう。立山黒部アルペンルートの出発点である扇沢駅。ここからいろいろな乗り物を乗り継いで、後ろ立山連峰の南部を貫き、約2時間で立山室堂に到着します。まずはダム建設に用いられたトンネルを通る電気バスに乗車します。降りると、そこには黒部ダムが広がります。通称黒四と呼ばれ、1963年に黒部峡谷に建設された堰堤日本一のダムです。電力供給を目的として作られたダムですが、巨大なアーチ式ダムの造形美ゆえに観光地として有名です。全長492メートルの堰堤を歩いて次に向かいます。黒部湖駅からは全線地下式のケーブルカーに乗車します。続いて立山ロープウェイに乗って大観峰へ。このロープウェイは景観と環境保全の観点から駅間1700メートルを一本の支柱も使うことなくワイヤーのみで結んでいます。断崖絶壁にせり出すようにして立つ大観峰駅。屋上以外外へ出ることはできませんが、駅の屋上展望台から一望する黒部湖や後ろ立山の大パノラマはアルペンルート屈指の美しさを誇ります。室堂に行くために最後に乗車するのが立山トンネルトロリーバス。最初に乗車した関電トンネル電気バスももともとはトロリーバスでしたが、2018年に引退したため、現在はこの立山トンネルトロリーバスが日本で唯一のトロリーバスとなります。室堂に到着です。トロリーバスを降りた室堂駅から巨大な雪壁、雪の大谷へは徒歩で向かいます。立山有料道路の雪壁は雪深く埋まった道路にGPS システムを装着した専用のブルドーザなどを使い、1月下旬頃から約3ヶ月間に及ぶ除雪作業により完成します。室堂平では6メートルほどの積雪ですが、雪の大谷は国見岳から伸びる稜線の風下に当たり、吹きだまりとなってこのような積雪が見られるようです。
この室堂や先ほどの黒部ダムの所在地は富山県になります。大糸線を楽しむ道すがら隣県の富山へ訪れるというのも面白いかもしれません。信濃町駅に全泊すれば、この立山黒部アルペンルートの室堂観光は日帰りでも十分可能です。信濃町駅からほど近い場所を流れる能久川。5月上旬は見事な芝桜の絨毯で有名な場所です。芝桜が終わった5月中旬以降は紫色が濃い鮮やかなあやめたちが川沿いを彩ります。それでは信濃町から先へ進みましょう。大町の市街地を抜けると列車は西名山湖に向かいます。西名山湖の中で一番南に位置する木崎湖。サップやカヌー、フィッシングとあらゆるウォータースポーツが人気です。6月の表層水温は18度から22度程度ですが、夏季は28度と比較的水温も高いため、水遊びが楽しめます。また、6月中旬から7月初頭にかけて、最南端の能久川流出口付近では、一斉に咲く睡蓮が楽しめます。咲いている時期はカメラマンの姿も多く見られます。まもなく稲尾です。降り口が一番前のドアです。一番前のドアから開けるのボタンを押してお降りください。We will soon arrive at Inawo. Please pay your fare on the train and leave from the front door of the first car. 稲尾駅から約 2km、徒歩で30分ほどのところには長野県天然記念物に指定される伊槍湿原があります。4月上旬の雪解けには座禅草、中旬から5月上旬は水芭蕉、竜金花が湿原を流れる小川に沿って咲きます。春に訪れる場合は能久川の芝桜とともに訪れると良いかもしれません。木崎湖を過ぎると次は中綱湖。西名山湖の中で一番小さな湖です。夏場はひっそりとしていますが、冬場は氷上ワカサギ釣りで知られ、春は桜のリフレクション撮影で大変にぎわいます。松本から約 50km、今ご紹介した中綱湖目の前の柳場駅からすぐの場所に大糸線の最高地点があります。
標高約830メートル。ここから大糸線は終点糸魚川まで800メートル以上を下っていきます。中綱湖から青木湖の間は300メートルほどしかないため、最高地点を過ぎるとすぐに青木湖が見えてきます。この青木湖は長野県内では諏訪湖、野尻湖に次いで3番目の大きさを誇ります。最大水深は58メートルと長野県では1番目、全国では16番目になるようです。残雪の北アルプスと新緑、そして湖面のきれいな青色がとても印象的です。ここで少しこの付近の水の話をしましょう。青木湖の北側にある佐野坂峠。この峠は信濃川水系と姫川水系の分水嶺となっています。直線距離で 1km 程度しか離れていない姫川源流の水と、この青木湖の水は流れ出る水系が違うのです。青木湖に湧き出た水は能具川となって中綱湖、木崎湖を通り高瀬川に合流し南下していきます。そして先ほど見てきた大王わさび農場付近で犀川と合流します。犀川となった水は進路を北東に変えて進みます。そして本流の千曲川と合流し、新潟県に入ると信濃川に名前を変え、日本海に注ぎます。およそ 265km の道のりです。一方、姫川源流で湧き出た水は途中で平川や松川などいくつかの支流と合流しますが、わずか 58km で日本海に出ていきます。この付近の水にとって遊水地はまさに運命の分かれ道のように感じます。まもなく南上平です。青木湖を抜けると大糸線のほぼ中間に位置する南上白駅に到着します。ここから徒歩20分の場所に先ほどお話しした姫川の源流部があります。南上白駅から 1km ほどの位置にある佐野坂スキー場。ここから歩いて約10分の場所に一級河川姫川の源流部はあります。この姫川源流は遊歩道が整備され、登山や沢登りといった苦労をすることなく気軽に見ることができます。このように平坦部で源流を見ることができるケースは
全国的に珍しいことです。水温8度から10度の澄み切った水が豊富に湧き出ています。この姫川はここから 50km 以上の道のりを大糸線と沿うように日本海まで向かいます。5月中旬、白馬村から見た北アルプス後ろ立山連峰です。残雪の北アルプスが水鏡となった水田に反射します。白馬岳の右斜面に白柿馬の雪形が出ています。諸説ありますが、古くからこの馬が現れたら田起こしを始めるサインとして白馬村一帯で知られていました。そもそも白馬岳という山の名前は白馬岳の御用であったとも言われています。白馬岳の名前に関しては数々の意見がありますが、時代の流れとともに白馬岳でも白馬岳でもどちらでも良いという感じを受けます。松本から約 60km の位置にある白馬駅。ウィンタースポーツの名所として知られる白馬村ですが、近年はその大自然を生かし通年リゾート地へとシフトしつつあります。周辺の絶景ポイントとご一緒にグリーンシーズンでも楽しめる場所をご紹介します。白馬駅から徒歩15分の場所にある大出の吊り橋。四季折々どの季節に来ても美しい風景が迎えてくれます。雑誌やポスターなどでもたびたび起用されるここは、白馬の風景を代表する場所と言えるのではないでしょうか。次にご紹介するのは白馬駅から徒歩で約30分、白馬連峰を源流とする松川に架かる白馬大橋です。観光名所ではありませんが、橋上から見る白馬三山は絶景です。こちらに訪れた際はぜひ松川に降りてその水に触れてみてください。大雪渓から流れ出る水の冷たさと透明度の高さを体験することができます。白馬駅から約 4km にある白馬岩岳マウンテンリゾート。冬季はスキー場として営業していますが、夏季は絶景テラスやさまざまなアクティビティを楽しむことができます。
北アルプスの景観をより身近に感じることができる山頂テラス、白馬マウンテンハーバー。標高1289メートルからの眺めは絶景です。2019年に氷河に認定された唐松沢雪渓をベストなポジションで鑑賞することができます。6月に入ると標高約1900メートルにある栂池自然園がオープンします。ゴンドラとロープウェイを乗り継いで自然園まで上がっていきます。そしてまもなく到着になりますが、この自然園駅を出まして5分から10分。北アルプス最北部にある白馬乗鞍岳。その火山活動に伴い生まれたのがこの栂池自然園です。特に水芭蕉の大群落は本州で最も遅咲きとも言われています。例年の見頃は6月下旬から7月上旬ですが、2023年は暖かい日が続いたため、6月中旬頃に見頃を迎えました。そばを流れる小川ではイワナの姿を見ることができます。また園内ではさまざまな高山植物が咲いています。一周は約 5.5km。所要時間はおおよそ4時間です。6月は水芭蕉、7月は車百合や日光キスゲなどが園内をカラフルに彩ります。この時期に白馬を訪れた時は、日本有数である高層湿原の鑑賞も良いかもしれません。まもなく下見です。降り口は一番前のドアです。一番前のドアから開ける。白馬大池から先のエリアでは潮の道に関する資料館が点在しています。ここで少し潮の道に触れましょう。筑二街道潮の道と呼ばれる街道は、人が生きる上で欠かせない潮をかつて越後から信濃へ運ぶとても重要な道でした。この街道は
華やかな参勤交代の大名行列が通ることはなく、筑に大町、穂高など大規模な宿場を除くと比較的小規模な宿場で形成されています。多頭の牛にそれぞれ2俵の塩を積んで運ぶ牛方、約 50kg の塩1俵を担ぎ運ぶ牧歌と呼ばれる人たち、越後の糸魚川から険しい尾張峠を抜け、姫川盆地を縦断、佐野坂峠を越えて松本平を南進し、松本城下へと到着します。そして今度は信州の大豆や麻、タバコなどを背負い、再びこのルートを戻ります。筑二街道はそのほとんどを大糸線と並行して走りますが、姫川渓谷では危険がつきまとう険楚な山道を抜けるほかなく、頻発する雪崩や猛吹雪によって命を落とす牛方や牧歌も多かったといいます。ですが、内陸で暮らす人々にとって死をなくして生きることはできません。この筑二街道塩の道は、命の危険を冒してでも人が行かねばならぬ街道だったのです。大糸線沿線には歴史観光のルートとしてこの塩の道の名残が各地に点在しています。特に筑二駅周辺では4月下旬から塩の道に関する資料館が開館していきます。筑二駅から約 4km の場所にある牛方宿、塩の道に現存する唯一の牛方宿です。入り口を入ってすぐ右の中2階が牛方の寝るところです。牛の様子を見下ろせるようになっています。目の前の土間に多頭の牛が入ります。背に塩俵を2俵ずつ積んだ多頭の牛を牛方は一人で手綱をさばいて歩み続け、夜になると牛方宿の明かりの下で共に眠りました。この塩蔵も牛方宿とともに旧街道に現存する唯一の建物です。今でも梅雨時になると開花の天井には塩気を吹き出すなど、塩の道にふさわしい貴重な文化遺産です。こうした牛方宿はかつて筑二街道沿いに何軒もありましたが、明治20年頃に別に新しい国道ができると街道は役目を終え、今では唯一この建物だけが昔の塩の道の貴重な証となっています。牛方宿から 2.2km、筑二の集落の中心部に筑二の小資料館と筑二番所があります。筑二宿のほぼ中央、道路を挟んで北側にあった番所が現在の位置に復元されています。番所内では通行税の徴収や物流の監視、そして通行人の取り調べなど、この地に君臨し機能を果たしてきた様子が再現されています。当時の筑二番所の塩蔵は
この2倍ほどの大きさでした。塩を一時保管するため、金属の腐食対策から釘を使わない作りが忠実に再現されています。この筑二番所周辺は盆と暮れに筑二市が立ち、金剛金在の村人でにぎわい、まさに政治、経済、交通の一大中心地でした。現在も筑二集落をたどれば、街道が息づいていた頃の面影が忍ばれます。まもなく終点南小谷です。お忘れ物のないようお支度ください。座客地糸魚川方面がお乗り換えです。整理券でお乗り換えのお客様は乗り継いだ車内または旅客機で交換。列車は大糸線電化区間最後の駅、南小谷駅に到着します。松本から 70.1km、 JR 東日本と JR 西日本の境界駅である南小谷駅です。とてものどかな雰囲気ですが、毎年5月初旬に行われる潮の道祭りでは約4000人近い参加者が訪れ、とてもにぎわいます。南小谷駅から500メートル、徒歩7分のところには小谷村郷土館があります。ここでは潮の道のほか、小谷村の歴史や暮らしなどを知ることができます。皆さんこんちは。よくおいでなすったね。ここはわしらの子供の頃の今ですいね。茶の間って言った方がいいだかね。だいたい真ん中辺に次郎があっていろりのことだがね。それを囲んで座るところもお父様、おっかさま、客座というように決まっていただいね。横座であぐらをかいてキセルでゆり縁を叩きながらタバコを吸っているお父様はちょっとばかおっかなかったもんだいね。いろりの上は檜山といって、これには濡れた着物やすっぺん所などを吊るして乾かしたもんさ。あっちこっちに今では珍しくなってしまったものがたーんと置いてあるから、まあゆっくり見ていっとくんなすって。先ほどの牛方宿、筑二の小資料館、そしてこの小谷村郷土館の3館共通券が500円で販売されているので、巡ってみてはいかがでしょうか。南小谷から先は停車しているキハ120型機動車で先に進みます。最後の河川中を通過します。ここから完全に電気のない非電化区間に入ります。
きれいな三角に見える山は標高939メートルの立山。その裾を機動車が走っていきます。この先、北小谷駅を過ぎると新潟県糸魚川市に入ります。ところで皆様は世界ジオパークをご存知でしょうか。ジオは地球や大地、パークは公園という意味で、厳格な審査基準に基づいて認定された高品質のジオパークのことです。世界48カ国195地域にあり、そのうちの10地域がこの日本にあります。2009年、日本で初めての世界ジオパークに認定されたのがここ糸魚川市です。市内全域がその認定を受けています。この先は国際的にも注目される世界ジオパークの世界が広がります。小谷村から糸魚川市の平岩に抜ける葛場峠。ここに牧歌土地の木と呼ばれる巨木があります。葛場の大土地という名称でも知られ、推定樹齢は500年以上。高さは約20メートルで、樹勢も旺盛で力強さを感じます。かつてはここが主要道路でしたが、1994年に平岩バイパスが開通したため、現在はほとんど車通りがありません。潮の道の時代、信州との境近くにあるこの木を、牧歌や牛方たちは道しるべとし、木陰で休息をとっていたそうです。小滝駅を過ぎると、本流の姫川に支流の小滝川が合流します。この川の上流には有名な小滝川翡翠橋があります。冬季は雪で閉ざされていた翡翠橋を見に行きましょう。小滝川翡翠橋と呼ばれ、多くの人に親しまれている小滝川紅玉山地は、明星山の大岩壁が落ち込んだ河原一帯を指します。紅玉とは翡翠のことで、日本随一の翡翠の産地として糸魚川を象徴する場所です。昭和31年に国の天然記念物に指定されました。ここ小滝川翡翠橋には83の翡翠の原石が点在しています。
驚くことに映像に映るこれらは翡翠の原石です。川の流れの中にありますが、翡翠は重い石なのでこの場にとどまっています。翡翠は緑色というイメージを持つ方も多いと思いますが、他にも白、淡紫、青、黒、黄、橙、赤橙などがあり、色の原因となる元素を含まない翡翠は純白、クロム、鉄、チタン、炭素などを含むことによってそれぞれの色の原因となります。ちなみに日本では橙と赤橙の翡翠は発見されていないようです。翡翠峡を流れる小滝川。この美しい川には渓流の王様とも言われる渓流魚イワナが生息しています。先ほど栂池自然園で見た魚です。その姿を間近で見たく、小滝川で渓流釣りをしている地元の方にお願いをして撮影させていただきました。餌となる川虫を沢で採取します。通称オニチョロと呼ばれるカワゲラの幼虫です。塩焼きで食べることが一番おいしいとおっしゃっていました。ここは本流ですが、歩いてすぐのところに翡翠峡フィッシングパークがあり、渓流魚のイワナ、ヤマメ、ニジマスを釣ることができます。料金には竿、餌、魚4匹分まで全て含まれており、手ぶらで訪れても釣りを楽しめ、その後は釣った魚をその場で食べることができます。小滝川翡翠峡。ここは大地の活動やそれを取り囲む美しい自然に触れ合える貴重なエリアです。小滝を出ると列車は根知駅に向かいます。ご乗車ありがとうございました。まもなく全駅です。この根知駅周辺はフォッサマグナパーク、白池の森、潮の道の資料館など南小谷以北の非電化区間において比較的観光箇所が多いエリアです。根知駅から徒歩10分にある根知川橋梁。橋上からは雨飾山と首木駒ヶ岳を望むことができます。冬季見学不可となっていた
糸魚川静岡構造線の断層路頭フォッサマグナパークを見てみましょう。この公園はこの地を通る大断層糸魚川静岡構造線を人工的に露出させ、断層の状態を見学可能にしています。断層破砕帯を境とし、約1600万年前の東日本側の岩石と約4億年前の西日本側の岩石が接していることがわかります。フォッサマグナパークの遊歩道を歩くと、少し先には海底火山の噴火によってできた枕状溶岩も見学することができます。次はここから 9km、 雪が溶ける5月中旬以降通行可能になる雨飾山の方向に行ってみましょう。根知駅から車かタクシーで15分ほど、ブルーの水面が美しい白池があります。この池は日本百名山に選ばれた雨飾山と駒ヶ岳、鬼桂山、鋸岳の海谷山塊を望める絶景スポットです。断層状にできた池で雪解け水が豊富な頃、池の水が白く濁るためにその名がついたと言われています。1km ほど下にある駐車場から舗装路を歩いて約15分ほどです。この白池も潮の道のルートになっており、潮の道最大の難所である尾網峠の隣に位置します。白池までの道のりは舗装路を歩いても良いですが、どんぐりの小道という散策道があり、その途中の東屋からは首引駒ヶ岳と日本海を見ることができます。白池から根知駅方面に 4km ほど戻ると潮の道資料館があります。ここでは牧歌の装備であるしょいこやわらみの生活資料など約2100点の資料が展示されています。約 50kg ある塩1俵しょう牧歌。小臼歯を取るときは二寸棒と呼ばれる棒をしょいこの荷受けにかませて休みました。荷を下ろすと持ち上げるのに大きな力がかかるので、疲労を少なくするための工夫です。とても貴重な牧歌の写真が残されています。男性は50から 60kg、女性は35から 40kg の荷物を背負ったといいます。現代では想像がつかないほどの危険、まさに命がけの生活。先人の知恵とたくましさに驚くとともに感謝の念がこみ上げます。ご乗車ありがとうございました。まもなく WTO の
首木温度です。お降りの方は一番前の運転士のいるドアからお降りください。お出口は左側です。ネチ首木大野と過ぎ、徐々に終点糸魚川に近づきます。姫川駅の次はいよいよ終点糸魚川。大糸線の隣を姫川が流れます。そして日本海です。松本から電車で南小谷へ、そして気動車により糸魚川へと 105.4km を結ぶ大糸線。終着駅である糸魚川駅に到着しました。新潟県西部にある糸魚川市の代表駅である糸魚川駅。JR 大糸線のほか、越後ときめき鉄道日本海翡翠ライン、そして JR 北陸新幹線が乗り入れています。糸魚川駅アルプス口から徒歩で25分、タクシーで7分ほどの場所にある翡翠園。玄関をくぐると、正面にコバルト色の70トンの翡翠原石が目に入ります。松林を背景に3つの滝、池、曲水をもって構成されており、巨石と数多くの石を使用した豪壮で優雅な回遊式庭園です。春の梅から始まり、新緑、さつきと続き、梅雨の苔、秋の紅葉、そして雪景色と季節ごとに変化する景観が見事です。また園内には糸魚川産翡翠や世界各地の翡翠の彫刻作品を間近に鑑賞できる翡翠美術館が併設されています。館内には見事な翡翠の彫刻作品が多数展示されています。糸魚川駅日本海口から約 2km、 徒歩25分の場所に翡翠海岸があります。小滝川翡翠峡周辺での翡翠の採取は禁止されていますが、ここでは禁止されていません。
小滝川から姫川を下ってきた翡翠の原石が稀に海岸に打ち上げられることがあります。そういった経緯からこの海岸も翡翠海岸と呼ばれ、しばしば愛好者が翡翠を探す姿が散見されます。興味のある方はお探しになってみてはいかがでしょうか。糸魚川駅日本海口から徒歩5分ほどの商店街には潮の道の名残が残っています。牛方が牛をつなぐための大きな石が残されています。街道の支点となる道路原標が据えてあります。糸魚川から松本城下まで約30里を結び、信州側で糸魚川街道、越後側で松本街道と呼ばれた筑二街道潮の道。ここが潮の道の出発点です。その背後には日本海が見えます。海陸を結ぶローカル鉄道大糸線。残雪の北アルプス、翡翠色の渓谷、古の街道と人々の暮らし。初夏の散策では美しい自然に対する喜びと歴史の道の学び、そして先人への感謝がありました。